注意看日本擂台上究竟发生了什么？在日本羽量级排名第一的天才神童居然被打哭了，输掉比赛之后，更是对着教练父母嚎啕大哭，极其狼狈可怜。对此，却无一人敢向他打抱不平，仗义直言。原来打哭日本神童的不是别人，此人正是大家口口相传的东瀛克星妖刀魏睿。要知道，早在10年前，魏睿就放弃国内的比赛荣誉，更是带领自己的教练团队常驻日本拳坛，是要在有生之年将日本所有踢拳选手挨个揍一遍，直至拿到世界冠军。多年的努力与艰苦付出，使得魏睿在中国乃至世界都拥有大量的粉丝拥护者。当然，魏睿实力太强悍，终于让日本高层感受到了威胁，于是立刻安排日本花费3000万美刀培养的天才神童平本莲迎战妖刀魏睿。要说平本莲这位选手实力可是相当恐怖，早在平本莲小学时期就已经开始进行正规化的踢拳训练，尤其是19岁的平本莲在擂台上强势 KO 羽量级世界第一泰拳王考，震惊世界拳坛。从此以后，平本莲就成为了踢拳领域最炙手可热的存在，就连坦克邱建良都曾评价平本莲是自己职业生涯最强劲敌。然而妖刀魏睿多年的努力只看今晚，如果能够如约战胜日本第一神童平本莲，那自己就将获得踢拳世界排名第一的冠军金腰带，其中的含金量可不是普通赛事所颁发的奖杯能够相比的。好了，废话不多说，为了让更多中国人看到妖刀魏睿的精彩表现，麻烦各位帅哥美女长按3秒点赞，小编祝各位早日赚到100万。第一回合开始，蓝色拳套就是中国选手魏睿，红色拳套就是日本选手平本莲。虽然说此时此刻的魏睿距离登顶世界冠军只差一步之遥，可是平本莲这位日本选手的确有点不好对付，毕竟平本莲无论是出场费还是支持者都要比魏睿强上太多，再加上日本客场作战，魏睿免不了会遭受一些刻意针对威胁，只有在今天的擂台上打出绝对优势，才有机会拿下胜利。どうなるかわからないです。中村さんいかがですか？やっぱりウェイルイはあれだけ盤石な戦い方で準決勝クリアして、ただ逆に村本選手はない爆発力っていうのはあると思うんで、そこがね出せるかですけど、やっぱまずこの距離とディフェンスをどう潰せるかですよね、平本選手が。赤いグローブが平本です。準決勝ウェイルイは全く相手のパンチ蹴りをほとんどもらわず紙一重でかわして恐ろしさを見せつけました。その相手に平本蓮前蹴りです。平本選手はおそらくその決勝まで来るとしたらウェイルイってやっぱどんな場が上がってくるのは想定してたと思うんですよね。そういった分では平本莲在上台之前就对日本全米粉丝保证，自己绝对会让中国选手魏睿走着进来爬着出去，因为魏睿这位中国人对于日本拳坛威胁性实在太大了。如果不加以阻止，只会变相的影响日本拳坛收入。所以在首回合，平本莲就对魏睿的进攻频率只增不减，目的就是为了在第一回合铃声敲响前 KO 魏睿，为日本前辈们报仇雪恨。本当に一瞬一瞬成長しているんでしょうね。デビューからまだこれが10戦目です。1回戦の相手はね、もっと懐は長かったからですからね。それに比べればまだ攻撃入りますよね。対して本当に苦しんで唯一残った日本人でした。そしてそのまま決勝まで進んできた平本蓮。いや互角ですね。負けてないですよ。ですね。ボディこれ当たりません。虽然平本莲占据天时地利人和，好在魏睿这场比赛打得比较轻松自在，没有太大的压力，时不时还能追击平本莲，尽可能的扳回比赛点数。看着魏睿的架势，并不打算与平本莲进行正面硬刚到底，反而利用自己超快的高速移动来进行试探，精准命中。只要体力充足的情况下，将平本莲拖入深水区，那魏睿获胜的可能还是比较大的。前半は平本選手が出てっていう形だったんですけど、ウェイレンとかが出てくることになりますよね。ウェイルイツボディ右フックストレート前蹴りローキックを返してきました。左ストレート。あれだけバックステップで左ストレートは避けない方がいいですね。避け方はちょっと怖いです。比赛来到第二回合，俗话说姜还是老的辣。魏睿仗着自己比赛经验丰富，就开始各种戏耍平本莲。在双方选手拼拳换脚期间，魏睿的命中次数高于对手，所以平本莲的教练在台下急得嗷嗷直叫，试图提醒平本莲一定要冷静处理中国选手打出的重拳。万一年轻气盛的平本莲不顾伤害，执意拼拳换脚，
这就变相的进入到魏睿所设计的圈套。ウェイルイの外側に回っています。前詰めていく。中央取った。左のリードのジャブ。左ストレートを下がりながら抜けるのじゃなくて、内に避けるんです。なるほど。それができると、内に避けるバックステップだと追いついてくるんですね、バックステップだと下がった時にちょんと回っても倒れちゃうんですよね。軽くもらっても。あと伸びますからね、左が。これサイドキックも絡めてきます。これ左。平本選手はこう、とにかく攻撃で相手に触ることが大事なんです。で、一番やっぱ触りやすいのは平本莲也没想到，今天的妖刀魏睿犹如打鸡血那样亢奋英勇，一旦距离合适，立刻都会上前冲刺重拳击腹或者命中头部。当平本莲反应过来再去反击的时候，魏睿却已经拉开了安全距离。如此攻守完备的战术打法，可不是平本莲能够拥有的。也许拼体力储备和人脉，魏睿不如平本莲雄厚，但是魏睿在学习好兄弟邱建良的战术打法之后，魏睿的实力早已突发猛进，如日中天。この打ち合いはチャンスありますけどね。これに持ち込むのも一つ手です。ただ危険は危険ですよね。危険ですよね。裏腹ですね。右にねじ込んだ。いいですね。ウェイルイね。きちんとパンチ当てましたよ。いいですね。中村さんでもきっちり戦ってますね。そうですね。ちゃんとこう、攻防の交換になってますからね。スペクトだけ一方的でしたけど。スペクトの時はもうスペクトのパンチもキックも。大家都知道，中国勇士们在日本擂台向来都不受人待见，尤其是魏睿这个等级的选手，更有可能会遭到裁判的针对。所以魏睿越打越凶，根本不给平本莲任何喘息调整的机会，这样就导致平本莲感受到了丢脸挨揍的尴尬处境。毕竟这么多日本观众们都在看着呢，要是被中国选手打得如此狼狈，自己还有何脸面捍卫日本拳坛的尊严？第2ラウンド残りが20秒です。K1 ワールドグランプリ初代ライト級王座決定トーナメント。左右のフック。ロー入れた左。引いた。いいですね。来ましたよ。そうですね。はい、そうです。その代わりガードが怖い。右しっかりガードを上げたい。おう。飛びした中村さんいいですね。そうですね。ちょっと嫌がってきましたね。おお。ちょっとこれ中村さんじわじわとペース引き寄せてますよね。比赛来到第3回合，长时间的挨揍已经让平本莲丧失了理智，不顾教练的劝阻，执意要向妖刀魏睿发起凶猛进攻，目的就是为了在这回合铃声敲响前终结魏睿的连胜战绩。殊不知，魏睿到目前为止体力储备可是相当良好，并没有因为高速移动而失去比赛主导权。相反，平本莲如果没有及时调整心态，着急进攻，那自己很有可能会被魏睿牵着鼻子走。いいですね。パンチからやっぱり前足のロースね、これで。折りに行ってますね。ただ、メイレイも、こうなると多分、ここに詰めて、パワーをものに、攻めてくると思うんで、そこは、はい。近い距離。ハイキック危ない右ボディブロー現状勝負ですよね。出てきます。ローキック。右のハイキック、そしてまた左のストレートはこのところ温存しています、ウェイルイ。ウェイルイカットしないですね。根性にもそうですね。クリアな恋みたいな。左出た。もう蹴らしてもいいからパンチで仕留める感じですね。もう次はありません。ここで勝った者が笑う。勝った者がベルトを巻く。お互い気持ちの勝負ですね、ここはもう。平本も打ち返した方がいいですよね、負けずに。ですね。ここまで見せなかった表情、ウェイルイです。苦しそうな顔。平本も出る。お互いきつい。ウェイルイも口開いてます。要说平本莲本人可是代表着日本踢拳领域的顶尖水准，可是就算如此，却被中国选手魏睿打得如此狼狈，难以还手。如此来看，魏睿能够成功拿到世界冠军金腰带，绝对不是空穴来风，并不像那些外国小黑子们口中的脆弱不堪。当然，魏睿可是肩负着全体中国人的希望，只要自己能够拿到冠军金腰带，必定是此生无憾。さあ、平本、最後の一つ、最後のため、これを超えた先に、K1 の主役、スターの座が待っている。勝ち取れ、己の手で、18歳よ。さあ、K1 旗揚げの日に、K1 甲子園として優勝した男、人生 K1 の申し子、下がるな、出ろ。さあ、残り時間が少なくなった。
最后公布比赛结果，根据评审一致判定，魏睿通过比分优势取得最终胜利。大家认为魏睿本场比赛表现如何呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。